もこんにちは、セリナです。今回は11月10日全国発売のボビー・ブラウンホリデー第2弾よりシティグラマーアイシャドウパレットをご紹介していきます。ボビー・ブラウンのクリスマスコフレは第1弾に引き続き第2弾もかなり人気となっています。今回ご紹介していくシティグラマーアイシャドウパレットはマットとメタリックの2つの質感で構成されている12色入りのアイシャドウパレットで、中には廃盤になってしまった人気カラーの復刻色などもセットされているとのことです。今回も1色ずつをまぶたの上に単色塗りをした後に3パターンのメイクルックをご紹介していきますので、少しでもカラーや質感などの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドのクリスマスコフレをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただいたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ボビー・ブラウンシティグラマーアイシャドウパレット。ナイトシーンにインスパイアされた12色入りアイシャドウパレット。メタリックアイシャドウとマットアイシャドウのコンビネーションはブラウンマット、ベルベットレッド、ピンクなどをラインナップ。きらびやかな夜のネオンやダンスフロアのライトに負けないほどの印象的な美しい眼差しを演出します。それではシティグラマーアイシャドウパレット、まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。上段の左上から1色目、マットアイシャドウクリーム。こちらのパレットはマットアイシャドウとメタリックアイシャドウの2つの質感がセットされているということで、1色目は肌なじみのいいマット質感でした。粉質はしっとりとしていますが軽くて指でも伸ばしやすいです。はい、まずは1色目、マットアイシャドウのクリームのカラーはこんな感じでした。しっとりとしていますが軽い粉質のマットアイシャドウなので重たくなることなく自然に肌に溶け込んでくれます。かなり肌なじみのいいクリームカラーなのでアイシャドウのベースとしてまぶた全体を整えたい時に使いやすそうです。続いて2色目、メタリックアイシャドウブロンズビューティー。続いてはメタリックタイプです。こちらもマットタイプと同様、しっとりとしていますが伸びのいい粉質です。ベースのカラーもまぶたにはっきり発色してくれます。はい、2色目、メタリックタイプのブロンズビューティーのカラーはこんな感じでした。まぶたの上でもベースのカラーがはっきりと発色してくれるタイプだったので、単色使いでも目元に陰影感をつけてくれました。発色はいいタイプですが、しっとりとしていて伸びのいい粉質なので、こちらも指でも問題なく塗ることができました。少しピンクのニュアンスを感じるようなブロンズカラーに、同系色の微細なパールが散りばめられているのがとても可愛いです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、マットアイシャドウトースト。こちらは以前人気で廃盤になってしまったカラーの復刻色ということで、こちらのカラーをお探しでこのパレットを購入する方も多いとのことでした。はい、3色目、マットアイシャドウのトーストのカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーだったので、ほんのりとオレンジニュアンスがつくベージュ系に発色するのかなと思っていましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで明るすぎない絶妙なオレンジカラーが発色してくれました。マットのオレンジカラーなのに子供っぽい印象にならないところがとても可愛いです。さすが人気色という感じですね。続いて4色目、マットアイシャドウピーカン。こちらはミディアムカラーから締め色にも使えそうなくらいしっかりと深みのあるカラーがまぶたに乗ってくれます。こちらもまださらりとしている粉質なので指でも問題なく使えます。はい、4色目、マットアイシャドウのピーカンのカラーはこんな感じでした。ニュートラルなブラウン系ですが、
よく見ると少しピンクのニュアンスも感じるので、大人っぽさの中にも柔らかいニュアンスを感じられるブラウンカラーでした。いろいろなパターンのメイクに活躍してくれそうなカラーです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて5色目、メタリックアイシャドウスモーキートパーズ。こちらはパレットで見るよりもベースのカラーに深みを感じます。そしてラメをしっかりと感じることができます。はい、5色目、メタリックアイシャドウのスモーキートパーズのカラーはこんな感じでした。名前の通りの少しピンクのニュアンスも感じるようなスモーキーなカラーのベースにゴールドやピンク、そしてブルーなどの微細なラメのきらめきを感じることができます。顔を動かした時にふときらめきを感じるこの微細なラメ感が大人っぽくてとても素敵です。続いて6色目、マットアイシャドウトープ。こちらはパレットで見ると少しくすんだピンクのようなカラーに感じますが、まぶたの上にのせてみると名前の通りのトープカラーに発色します。はい、6色目、マットアイシャドウのトープのカラーはまぶたの上にのせるとこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、まぶたの上にのせた方がより深みを感じられるような発色でした。この絶妙な色出しがボビーブラウンらしくて素敵ですよね。5色目と6色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて7色目、マットアイシャドウジンジャー。こちらは意外と見た目よりも少し明るめに発色します。マットアイシャドウは比較的パレットで見るカラーとまぶたの上にのせた時の発色に少し違いがありますね。はい、7色目、マットアイシャドウのジンジャーのカラーはこんな感じでした。一見3色目のトーストのカラーとニュアンスが似ていますが、こちらのカラーの方がより深みがあるようなオレンジブラウンといった感じの発色です。ふんわり感と陰影感のバランスがとてもいいカラーだなと思います。続いて8色目、メタリックアイシャドウゴールドバー。ベースには透け感があって微細なラメの輝きと艶を感じられるようなカラーです。はい、8色目のゴールドバーはこんな感じでした。指で何度かしっかりと塗り重ねてもベースには透け感があって、こちらにはシルバーやブルーなどの微細ラメがぎっしりと詰まっているような上品なツヤとラメを感じられるようなカラーでした。粉質も他のメタリックアイシャドウよりもしっとりとしている感じがします。7色目と8色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて9色目、メタリックアイシャドウサンライズ。こちらのカラーもベースのカラーもしっかりと発色しつつ、ラメとパール両方を楽しめる華やかなカラーです。はい、9色目、メタリックアイシャドウのサンライズのカラーはこんな感じでした。こちらはパレット見たままの通りの華やかなゴールドカラーがベースにしっかりと発色した上に、パールによる艶めきと同系色の微細なラメの輝きで、まさにメタリックといった感じの質感に発色しています。メタリックアイシャドウはカラーによってラメの大きさやパールなどの輝きの違いも楽しめるところもとてもいいですね。続いて10色目、メタリックアイシャドウアイスキャラメル。ベースは比較的マットに近いような質感で、その上に微細なラメの輝きを楽しめます。はい、10色目、メタリックアイシャドウのアイスキャラメルはこんな感じでした。反対に塗っている同じメタリックタイプのサンライズのカラーと比較をするとより分かりやすいと思いますが、こちらのアイスキャラメルのカラーはマットに近いふんわりとしたベースに微細なラメの輝きをさりげなく楽しめるような質感でした。上品でニュアンス程度にラメを楽しみたいという時に活躍してくれそうです。9色目と10色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて11色目、マットアイシャドウモーブ。モーブのカラーはこんな感じで、他のマットアイシャドウよりもより発色がしっかりとしている感じがします。
はい、11色目、モーブのカラーはこんな感じでした。他のマットアイシャドウよりも発色がしっかりとしているなと感じたので、まぶたの上にもパレットを見たままのようなモーブカラーが鮮やかに綺麗に発色してくれました。くすみ感があるのに暗すぎない、とてもおしゃれなカラーですよね。最後、12色目、メタリックアイシャドウ、ブラックプラム。ブラックプラムはこんな感じで、こちらも発色がかなりいいタイプです。はい、最後、12色目のブラックプラムはこんな感じでした。こちらは少しパープルのニュアンスも感じるようなダークなスモーキーカラーのベースに、角度によってかなり微細なシルバーやピンクのラメを感じることができます。こちらはメタリックタイプの中でも特にラメやパールによるきらめきが抑えめなので、マットタイプに近いような印象で使えるカラーです。寒色系の締め色が入っているところもいいですよね。11色目と12色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからはシティグラムアイシャドウパレットを使ったメイクを3パターンご紹介していきます。まず1つ目のメイクです。1つ目のメイクではこちらの4色を使っていきます。まずマットアイシャドウのクリームを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いてマットアイシャドウのジンジャーを指に取って目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ベースにクリームのカラーを仕込んでいるので、こちらのカラーもよりふんわりと柔らかい印象に発色していきます。続いてディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にメタリックアイシャドウのブロンズビューティーを取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置にこちらのメタリックカラーを仕込んでいきます。ディテールニュアンスのカラーですが、マットをベースにしっかりと塗っておいて、こちらのメタリックを仕込むことで角度によってさりげないツヤ感を楽しめます。下まぶた全体にも塗っていきます。最後にメタリックアイシャドウのゴールドバーを指に取ってさらに上から全体的にラメをかけていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイクパターンが完成しました。1つ目のメイクパターンではパレット左側の4色を使ってオレンジベージュ系の軽やかな印象の目元に仕上げてみました。今回のパレットのマットアイシャドウは全体的にしっかりとカラーを楽しめつつもふんわりと自然に肌に溶け込んでくれるような質感がとても綺麗だったので、マットのカラーをメインに使ってポイントとしてメタリックカラーのツヤをのせた後に最後にこのパレットの中でも特にラメを感じるゴールドバーのカラーを散りばめてみました。柔らかくて優しげなニュアンスですが、ちゃんと引き締まっている印象も出ているところがとてもいいなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクです。2パターン目のメイクでは中央の4色を使用していきます。まずマットアイシャドウのトーストを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。今回もマットアイシャドウをしっかりと発色させていきます。続いてマットアイシャドウのピーカーンをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として重ねていきます。オレンジのニュアンスが強いカラーとこちらのピンクのニュアンスを感じるニュートラルなブラウン、とても相性がいいです。続いてメタリックアイシャドウのアイスキャラメルをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。最後にメタリックアイシャドウのサンライズを指に取って上まぶたの黒目の中心にアクセントとしてカラーをのせていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目のメイクはパレット中央の4色を使って仕上げてみました。
ベースはマットアイシャドウ2色を使ってしっかりとまぶたに陰影感を出した後、最後にアクセントとして今回のパレットの中で一番パールによるツヤとラメのきらめきを感じたメタリック質感のサンライズのカラーを中央にポイントでのせてみました。オレンジブラウンの中にイエローゴールドがしっかりと輝くホリデーらしい華やかなメイクに仕上がったと思います。このマットとメタリック質感で目元に綺麗な立体感が出てくれますね。引きで見るとこんな感じです。最後、3つ目のメイクです。3つ目のメイクルックではこちらの4色を使っていきます。まず、マットアイシャドウのモーブを指に取って、メイホール全体にのせていきます。3つ目のメイクではこのカラーをメインに使っていきます。続いて、メタリックアイシャドウのブラックプラムをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。続いてマットアイシャドウのトープを指に取って下まぶた全体にのせていきます。最後にメタリックアイシャドウのスモーキートパーツをブラシに取って下まぶたの黒目の中心部分にのせて、上まぶたの黒目の中心部分にも少し太めのライン状になるようにのせていきます。はい、最後3パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。3パターン目はパレット右側の4色を使って仕上げてみました。まぶたの上でもしっかりと発色を楽しめるモーブカラーをベースに、角度によってほんの少しだけラメを感じることができるメタリック質感のブラックプラムを締め色に塗って、上下のまぶたの黒目の中心にのみアクセントでスモーキートパーツの上品なツヤ感を出してみました。全体的に深みのあるカラーでラメやパールは抑えめですが、やはり今回のパレットはマットがしっかりと発色しつつも綺麗にまぶたに溶け込んでくれたので、とても使いやすいアイシャドウだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで11月10日全国発売ボビー・ブラウンホリデーコレクション第2弾よりシティグラマーアイシャドウパレットをご紹介していきました。今回のパレットは12色とも使いやすいのにきちんとトレンド感も抑えているところがとても素敵だなと感じました。マットとメタリックという2つの質感で構成されているパレットでしたが、カラーによって発色やパール、ラメの大きさなども違ったので捨て色なしで楽しめるんじゃないかなと思います。第1弾に引き続きこちらもかなり人気のアイテムとなっておりますので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。